ウォームギアを使ってギアボックスを作ってみた。3、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグとウォームホイールの取り付け。ナンバー2動画ではウォームホイールと20波の平ギアを付け始めたところまでで終了しました。今回の動画はその続きです。シャフトに平ギアとウォームホイールを通したら位置を確認します。ギアを固定するとベアリングにシャフトを固定しづらくなるので、先にシャフトを固定します。シャフト頭の出を確認して位置を決めます。ウォームと同様に六角レンチでシャフトを固定します。角度的にやりにくいですが我慢強く行います。アングルよりシャフトが飛び出ていると蓋ができないのでよく確認します。1箇所できたらシャフトを回転させてもう1箇所も締め付けます。終わったらシャフトの出を再確認して次に進みます。ウォームホイールの位置を決めます。位置はウォームシャフトの真下です。ホイール幅で逆算して寸法で位置決めします。箱幅の半分の寸法になるはずです。少し移動です。この位置で固定します。スムーズに回転するか確認します。具合は良いようです。ウォームを未だ固定していないのでこの段階で位置決定します。ウォームを回転させて移動します。六角レンチで芋ネジを締めて固定します。もう少し移動です。このくらいで良いでしょう。ペンチを使って六角レンチできつく締め付けます。具合は良いようです。この段階で
こちらを固定すると60波のギアが入らなくなるので、ギアをかませてからにします。先に20波のギアを固定します。図面のこの位置です。定規で位置を出します。この位置で固定します。もう一度確認します。終わりました。ギアの動作を確認します。シャフトが90度回転したら、もう1箇所も締め付けます。終わりました。反対側の固定は最後です。60波平歯車の取り付け。ナンバー1動画で紹介した60波のギアにアダプターを使ってフランジを取り付けました。シャフトを通すとこんな感じです。ベースベアリングにシャフトを通します。この段階でギアを通します。ギアを噛み合わせて反対側のベアリングにシャフトを通します。同様にシャフトの頭を揃えてこちらのベアリングを固定してしまいます。反対側のベアリングを固定したら60波の位置を固定します。レンチを使いやすい位置までギアを回転させます。ペンチで締め付けてもう1箇所も同様に行います。終わりました。チャックの取り付け。これはシャフトとチャックをつなぐアダプターです。こちら側は8分の 3UTF ネジになっていて、これでないとチャックにはつなげません。このチャックを出力シャフトにつなぎます。反対側は8ファイの穴になっています。このように六角レンチで締め付けます。ウォーム側のシャフトを回すとギア比に従って回転するのが分かります。六角レンチでシャフトに閉じ込みます。少し回転させてもう1箇所も締め付けます。
終わりました。試運転。ドリルをつないで机上で試験します。ギア比に従って回転するのが確認されました。これで作業はほぼ終了して、プレートの取り付けを残すのみとなりました。このシャフトがギア比40です。こちらが20波と60波ですからギア比3です。トータル120になります。プレートの取り付けと完成。各面のプレートに固定穴の隅を出します。中心にパイロットホールを作ります。5ファイの穴を開けました。シャフトの穴を開けて取り付けたら完成です。こんな感じに出来上がりました。表示シールを貼ったら出来上がりです。潤滑剤の紹介。潤滑油として2種類のものを使っています。一つは液状、もう一つはスプレーグリスです。詳しくは説明欄をご覧ください。エピローグ。出力側にチャック、ジャッキ側にジャッキヘルパーをつないでいます。こちらが入力側です。ウォームのついている入力側にドリルを接続します。これで動作確認ができました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。